はい、こんにちは。今日はね、最終決戦やっていきたいと思います。前回、前々回、やっとボスを第3形態まで進めたので、はい、ドーン。前回、姿だけはお披露目したんだけど、光爆式武装、カムイ。ボス戦のために用意した今までの武装の集大成ともいえる装備なんだけど、目立つ部品としてはホムラのブレードかな。ホムラの時は炎でエンジンを回してたんだけど、アギトと同じようにトリガースイッチで稼働するようにしてます。浮遊する力はドローンを使ってて、飛び猿での重量バランスのノウハウが大きいし、プラスチックで防御を固めてるのは金剛のテイストが大きいかな。そんな感じでいろんな技術と経験を詰め込んだ装備なんだけど、いよいよこいつでボスとの決着をつけたいということで行ってみましょう。まずこのカムイは人間の力で制御できる代物ではないので、一度解放すると敵を破壊するか自身が破壊されるまで戦い続けなければならないっていう設定なんだけど、要するにドローン動力なので停止することができないってな話ですね。まあとにかくこれで戦ってみましょう。いざ。初手で間合いを詰めてぶった切れればベストなんだけど、自分のスピードが速すぎて制御が難しい。あ、レーザーが来た。うまくシールドを使えば本体へのダメージなしで防げますね。とはいえ今ので左側のシールドはほぼ壊滅。他の敵も残ってて、特にやっぱし自爆ドローンが厄介かな。当たるとかなり走行を持っていかれますね。自爆ドローンをかわしながら、まだだ、まだ終わらんよ。っていうか、ボスがどうこう以前に私自身がこの装備に振り回されてますね。この要塞の壁で敵が遠くに逃げたりとかはないんだけど、逆に自分も壁にぶつからないように戦わないといけないので、この高速機体を制御するのはかなり難しい。私には使いこなせないというのか。で、さっきから地味に痛いのが地面に転がってるビーム砲。これ無視できると思ってたのが、下に転がってるやつに狙われると私の足に当たるので結構痛い。特に第一形態を倒した時にそのビーム砲が固まって転がってるエリアが厄介ですね。で、落ち着いてみるとこの要塞内は段差がいくらかあるんだけど、ドローンの特性上地面からの高度で挙動が変わるので、これのせいで高度が上がらないというか、急に着地しちゃうケースもあったりして、なかなかうまくいかない。くそ、私の言うことを聞いてくれ。はい、ちょっとね、さすがに周りの敵が邪魔すぎるのでちょっとお掃除しましょうか。
全部やっつけちゃうと逆にいい絵が撮れなくなっちゃうんだけど、さすがに邪魔すぎる。自爆ドローンは盾を持って近づくだけで自爆してくれるんだけど、油断するとボスのレーザーが飛んでくるので、本当はこういう風にこまめに敵を倒してから戦う方が戦術的には賢いんだけど、こういう戦い方は昔やったし、激しいバトルの映像を撮りたいんだ私は。よし、じゃあリベンジってな感じで何度か試してるんだけど、やっぱなかなか難しいかな。機体コンセプトとしては初期状態で一応浮かび上がるくらいの浮力があるのと、理想だとボスのレーザーを左手の盾で1回耐えてから戦う想定で、左腕かその他外装のパーツが破損してパージされた後、その分軽量化されて飛びやすくなるってな想定だったんだけど、それまでの間に本体を破損しますね。ブレードは1本でも残ってたら戦える想定で4本つけてるんだけど、最悪配線系統をやられたりして全然動かせなくなることもあるのが痛いかな。とかなんとか言いながら、いや浅かったか。ブレードがセラミックスだったら今ので倒せてそうなんだけど、実は今回は簡単に入手できる資材だけで最強装備を作るっていうコンセプトだったので、これだけ重量とスピードがあれば鉄でもいけるかと思ってたんだけど、さすがにボスを甘く見すぎてたか。はい、ここまでの戦いを踏まえて再調整します。まずブレード部分に合金の補強がついてて、これホムラの時は熱で鉄が変形しないように熱伝導を緩和するためにつけてたんだけど、今はぶっちゃけ飾りの意味合いが強いのでいらないかもしんない。で、ブレード部分は実はセラミックスがいくつかあるので、刃先にこれをつけときましょう。ほんとなんで前回忘れてたんだろうなこれ。で、外装につけてる鉄の刃は体当たりで使えるような想定ではあったんだけど、実測で1回も当たってないのと、これもぶっちゃけ飾りの意味合いが強かったので軽量化の意味で減らしときます。一番重い部品を外して残った分を配置換え、減った分はセラミックスをつけとく感じですね。で、意外と後ろからよく食らうんだけど、そもそも当たり判定が大きくなってるのでコンパクトにまとめつつ、プラスチックより耐久度の高い合金をつけときます。総合的な防御力は落ちてるんだけど、多分軽量化のメリットの方がでかい。セラミックスは大した重さがないので追加でくっつけても問題ないでしょう。ちなみに若干のタングステンもあるんだけど、タングステンは結構重いので今回は置いといて、なんやかんやって20キロくらいの軽量化ができました。名付けて
カムイ錦。おー、さっきまでと比べて結構高度が上がりましたね。これなら勝つる。では、いざ。機動力が格段に上がってる。行くぞ。くらえー。今のは惜しかった。とはいえ、全体重量が下がったせいか、さっきよりもコントロールしやすいかもしれない。これね、旋回した時に重量がある分、慣性の法則が働く手応えがあるんだけど、それがさっきよりもマシになった感じかな。って言っても軽くなった分スピードも上がりやすくなってるみたいで、総合点では操作性が上がってるとはいえ、操作が難しいのは相変わらず。頼む、言うことを聞いてくれ。外装はすでにボロボロで、もう本体を削りながら攻撃を防いでるんだけど、まだ飛べる、まだ。うわー、くそ、もう少しだけ、もう少しだけ当たりが良ければ。なんとかあと一発。次こそ。思うに、今まで私はこいつの力に頼りすぎていたかもしれない。まあ要するに慎重に動けばってな話なんだけど、運よく自爆ドローンが反応してない。今ならいけー。おー、やりましたー。ということで最終決戦やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。いやー、ボス強かったですね。正直一番やばかったのは第2形態だったかなとは思うんだけど、まあとにかくこの世界のボスを倒したことってゲームクリアーってことで、タイトルにも最終決戦である通り、この物語はこれで最終回となります。思えば今までいろんなことがあったんだけど、バージョン1実装から約3年半、今までずっと見守ってくださった皆様、本当にありがとうございました。で、ファーストシーズンが無事最終回を迎えたところで、次回はセカンドシーズン新たなる旅立ちやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。